折り紙と紙テープで作るかぼちゃですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。使用するのはオレンジ色の紙テープです。この紙テープを伸ばしまして、こちら30センチの定規、これに当てます。そして長さの方を30センチに合わせて、端っこの部分、ここを指で押して、そしてこのような感じで30センチのところの折り筋を作ります。そしたらこの部分をハサミで切ります。これで30センチの帯が1本できます。この帯をお好みの形に丸めます。1箇所丸めて、もう反対側も同じように丸めます。この時に片方は小さく片方は大きくという風にしてください。この時にこの円、輪っかの大きさをお好みの大きさに調整して、で形を決めてください。形の方を決めましたら、ボンドで末端のところにボンドを塗ります。できるだけ横一直線で塗った方がいいです。ボンドを塗ったら先ほど決めた輪っかの大きさになるように貼り付けます。1箇所貼り付けましたら、もう1箇所反対の末端の方にボンドを同じように塗ります。そしたらこれも同じように輪っかになるように貼り付けます。はい、このような感じのものを作ります。ボンドが貼り付いて動かなくなったら、これをハサミで切ります。これが型紙、型代わりになります。型の方を作りましたら、また紙テープと30センチの定規、これを30センチ定規に当てて、そしてまた帯の方を30センチのところでこのように印をつけます。このように印をつけたらハサミで切ります。切った帯の末端の方、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどの型紙代わりに作ったものをこちらに当てます。このような感じで当てます。そしたらあとはこの輪っかを巻き込むようにしてボンドを貼り付けます。ボンドがしっかりくっつく前に、貼り付く前に型紙の輪っかの方を抜きます。こんな感じです。これで同じ形のもので作ることができます。こちらの方輪っかができたら、反対側の末端、ここにもボンドを塗ります。ボンドを塗ったら今度は大きい方、この大きい方に紙テープ、ボンドを塗ったところを当てて、そしてこれをですね、巻き込むようにぐるりと紙テープを動かします。そしてボンドの方を接着します。くっついて動かなくなる前に抜き取ります。先ほど作ったのと同じようなものが出来上がります。でこの状態ですとこういう風に開いてしまいますんで、小さい方の内側の方、ここにボンドをつけます。この時は点でつけていただいて大丈夫です。小さい輪っかと大きい輪っか同士を接着します。この時に正面を向けまして、上と下がずれていないかを確認してください。同じ要領でどんどんと作っていきます。こちらのものを合計で7個作ってください。同じものを7個作りました。そうしましたら今度は折り紙を使っていきます。まずはこの折り紙を縦半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使用します。半分に切った折り紙に先ほどの作ったもの、これを置きます。こちらを横から見ると輪っかの小さい方、こちらは高さを合わせていただいて、そして上の方ですね。上の方はかぼちゃを置いた際に上から見るので、できるだけ折り紙が見えない方がいいかなと思いますんで、上の部分を少し切ります。この折り紙の上の部分を 1.5 センチで切ります。上の部分を 1.5 センチ切りました。厳密に 1.5 センチではなく、おおよそ 1.5 センチでも大丈夫です。実際に作ったものを当ててみて、そして切る長さの方を決めてください。ではこの折り紙に作ったものを貼っていきます。ボンドを貼り付ける際は輪っかの一番外側、ここに
ボンドを塗ります。できるだけ横一直線で塗ってください。そしたら下の方も同じようにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどの折り紙、こちらの端っこに合わせるように一つ貼り付けます。はい、一つこのような感じで貼り付けました。折り紙の下の方、こちら出てますけども、実際はこの状態でもちゃんと自立立ちますので問題ありません。一つ貼り付けたらもう一つも同じようなところにボンドを塗ります。そしたら一つ目に貼り付けた真横に貼ります。この時に上と下の高さがですね、合うように気をつけながら、接着してみてください。この要領で他の残りのものもですね、同じように接着してください。7個すべて貼り付けました。このような感じの見た目になります。7個貼り付けると片方は隙間がないと思いますが、反対側はこのように余りがあると思います。ここがボンドののりしろになります。反対側に貼り付ける前に一旦こちらの折り紙をこのように曲げて、でしっかりと動くのを確認してください。問題なさそうであれば先ほどの端っこの部分、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら反対側に貼り付けます。はい、貼り付けますとこんな感じのものが出来上がります。上の方を見て折り紙ができる限り、丸くなるような感じになっているか確認してください。七角形ですかね。七角形になっているのを確認してください。もしも歪んであれば手で少し歪みを整えてください。次に上のヘタの方を作っていきます。まずはこの折り紙を縦半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使います。まずはこの折り紙を筒状にします。筒状にしたら先ほど作ったものの上の方に当てます。上の方に当てつつ、先ほど作ったものの折り紙、これとだいたい同じ大きさになるように調整してください。幅の方を調整したら手で押さえながら折り紙の端っこの方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこれを貼り付けます。まずはボンドが貼り付いて動かなくなるまで待ちます。次にこの筒の片方、これを内側の方に向けてこのように手で押し込んでいきます。このような感じで少し内側に入れました。で、そうしましたら上の部分をこのように手でくしゃくしゃにしつつ、先ほど内側に入れた部分をやや平面的に押していきます。潰していきます。そして平面的にしていない側の方、こちらの方は手でこのようにさらに潰していきます。軽く曲げるとかぼちゃのヘタっぽくなるかなと思います。こんな感じですね。で、これを上に乗せて、で、これで完成になります。もしもヘタの方がこのように外れるのが嫌な場合は、ボンドを塗って接着してください。この中の方に物を入れることもできますんで、反対側の方に折り紙で蓋をして、そしてヘタを蓋代わりにすることもできるかなと思います。次に冒頭でお見せしましたこちらのご説明を少ししたいと思います。これはですね、このように同じ形のものを使って、作っておりますが、使用した紙テープの数がこちらが14個、こちらが7個になってます。単純にこの2つの紙テープの間にもう一つ挟んで作ったような感じになります。同じものをこの2つの間に差し込むような感じになります。差し込む際はですね、やはりこの先端の輪っかの先端のところにボンドを塗って、それで接着してみてください。貼るときはこの形の状態で貼り付けるものを親指で押さえて、内側の方から指で密着させるような感じで貼ってみてください。そうするとこんな感じのものが出来上がります。お好みで、作っていただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこのかぼちゃ、ミニかぼちゃ程度のサイズで、置いて飾るにはちょうどいいサイズなのかなと思いますし、またこの作る紙テープの大きさですね、これによって、
このようにしてですね、高さの方も調整できますし、あとは幅の方も、調整できますので、お好みのサイズで作ってみていただければと思います。ハロウィンも近い頃ですから、このように、ジャック・オー・ランタンの顔をつけることによって、ハロウィンの飾りにもできるかなと思いますんで、そこはお好みで作っていただければと思います。では今回はですね、紙テープと折り紙で比較的簡単に作ることができるかぼちゃの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。